モノグラム。江戸川乱歩。私が私の勤めていたある工場の老主へ栗原さんと心安くなって間もなく、おそらくこれは栗原さんのとっておきの話の種で、彼は誰にでもそうした打ち明け話をしても差し支えのない間柄になると待ちかねたようにそれを持ち出すのでありましょうが、私もある晩のこと、守衛室のストーブを囲んでその栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです。栗原さんは話し上手な上になかなか小説家でもあるらしく、この小話めいた経験談にもどうやら作為の跡が見えぬではありませんが、それならそれとしてやっぱり捨てがたい味があり、そうした種類の打ち明け話としては私は未だに忘れることのできないものの一つなのです。栗原さんの話っぷりを真似て、次にそれを書いてみることにいたしましょうか。いやはや落とし話みたいなお話なんですよ。でも先にそれを言ってしまっちゃお慰みが薄い。まあ当たり前のおのろけのつもりで聞いてくださいよ。私が40の声を聞いて間もなく4、5年後のことなんです。いつもお話しする通り、私はこれで相当の教育は受けながら、妙に物事に飽きっぽいたちなものですから、何かの職業についても大抵1年とは持たない。次から次と商売替えをして、とうとうこんなものに落ちぶれてしまったわけなんですが、その時もやっぱり一つの職業をよして次の職業をめっける間の、つまり失業時代だったのですね。ご承知のこの年になって子供はなし、ヒステリーの家内と狭いうちに差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて所在のない時間を潰したものです。いますね、あそこには。公園といってもロックの見せ物小屋の方でなく、池から南の林になった共同ベンチのたくさん並んでいる方ですよ。あの風雨にさらされてペンキが剥げ白っぽくなったベンチに、または捨て石や木の株などに、ちょうどそれらにふさわしく浮世の雨風に攻め苛まれて気の抜けたような連中が隙間もなくこう思案に暮れたという格好で腰をかけていますね。自分もその一人としてあの光景を見ていますと、あなた方にはお分かりにならないでしょうが、まあ何とも言えない物悲しい気持ちになるものですよ。ある日のこと、私はそれらのベンチの一つに腰を下ろして、いつもの通りぼんやり物思いにふけっていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが、池を越して向こうの活動小屋の方は大変な人出で、どーっという物音、楽隊、それに混じっておもちゃの風船玉の笛の音だとか、アイスクリーム屋の呼び声だとかが甲高く響いてくるのです。それに引き換えて、私たちのいる林の中はまるで別世界のように静かで、おそらく活動を見るお金さえ持ち合わせていないみすぼらしい風体の人々が飢えたような物憂い目を見合わせ、いつまでもいつまでもじっと一つところに腰を下ろしている。こんな風にして罪悪というものが
発行するのではないかと思われるばかり、実に陰気で物悲しい光景なのです。そこは林の中の丸くなった空き地で、私たちの腰掛けている前を、私たちと無関係な幸福そうな人々が絶えず通り抜けています。それが着飾った女なんかだと、それでもベンチの落語者どもの顔が一斉にその方を見たりなんかするのですね。そうした人通りがちょっと途絶えて、空き地が空っぽになっていた時でした。ですから自然私も注意したわけでしょうが、一方の隅のアーク島の鉄柱のところへひょっこり一人の人物が現れたのです。30前後の若者でしたが、風体はさしてみすぼらしいというではないのに、どことなく寂しげな、少なくとも顔つきだけは決して行楽の人ではなく、私ども落語者のお仲間らしく見えるのです。彼はベンチの空いたところでも探すようにしばらくそこに立ち止まっていましたが、どこを見てもいっぱいな上に、彼の風采に比べては段違いに汚らしく怖らしい連中ばかりなので、おそらく辟易したのでしょう。諦めて立ち去りそうにしたとき、ふと彼の視線と私の視線とがぶつかりました。すると彼はやっと安心したように、私の隣のわずかばかりのベンチの空き間をめがけて近づいてくるのです。そうした連中の中では、私の風体は古ぼけた名船かなんか来ていて、おかしな言い方ですが、いくらか立ち勝って見えたでしょうし、決して他の人たちのように険悪ではなかったのですから、それが彼を安心させたと見えます。それとも、これは後になって思い当たったことですが、彼は最初から私の顔に気がついていたのかもしれません。いえ、そのわけはじきにお話ししますよ。どうも私の癖でお話が長くなっていけませんな。で、その男は私の隣へ腰をかけると、たもとから敷島の袋を出してタバコを吸い始めましたのですが、そうしているうちにだんだん変な予感みたいなものが私を襲ってくるのです。妙だなぁと思って気をつけてみると、男がタバコをふかしながら横の方からじろじろと私を眺めている。その眺め方が決して気まぐれでなく、なんとやら意味ありげなんですね。相手が病身らしいおとなしそうな男なので、気味が悪いよりは好奇心の方が勝ち、私はそれとなく彼の挙動に注意しながらじっとしていました。あの騒がしい浅草公園の真ん中にいて、いろいろな物音は確かに聞こえているのですが、不思議にシーンとした感じで、長い間そうしていました。相手の男が今にも何か言い出すかと待ち構える気持ちだったのです。すると、やっと男が口を切るのですね。どっかでお目にかかりましたね。って、おどおどした小さな声です。多少予期していたので、私は別に驚きはしませんでしたが、不思議と思い出せないのですよ。そんな男、まるで知らないのです。人違いでしょう。私は一向お目にかかったように思いませんが、って返事をすると、それでも相手はどうも不特進な顔で
またしてもじろじろと私を眺め出すではありませんか。ひょっとしたらこいつ何か企んでるんじゃないかと、さすがに気持ちがよくはありませんや。どこでお会いしましたってもう一度尋ねたものです。さあ、それが私も思い出せないのですよ。男が言うのですね。おかしい。どうもおかしい。小首をかしげて、昨今のことではないのです。もうずっと前からちょくちょくお目にかかっているように思うのですが、本当にご記憶ありませんか。そう言ってかえって私を疑うように、そうかと思うと変に懐かしそうな様子でニコニコしながら私の顔を見るじゃありませんか。人違いですよ。そのあなたのご存知の方は何とおっしゃるのです。お名前はって聞きますと、それが変なんです。私も最前から一生懸命思い出そうとしているのですが、どういうわけか出てきません。でもお名前を忘れるような方じゃないと思うのですが、私は栗原一蔵って言います。私ですね。ああ、さようですか。私は田中三郎っていうのです。これが男の名前なんです。私たちはそうして浅草公園の真ん中で名乗り合いをしたわけですが、妙なことに私の方はもちろん、相手の男もその名前にちっとも覚えがないというのです。バカバカしくなって私たちは大声を上げて笑い出しました。するとですね、相手の男の、つまり田中三郎のその笑い顔がふと私の注意を引いたのです。おかしなことには私までがなんだか彼に見覚えがあるような気がしだしたのです。しかもそれがごく親しい窮地にでも巡り合ったように、妙に懐かしい感じなんですね。そこで突然笑いをやめて、もう一度その田中と名乗る男の顔をつくづく眺めたわけですが、同時に田中の方でもぴったりと笑いを収め、やっぱり笑い事じゃないといった表情なんです。これが他の時だったら、それ以上話を進めないで別れてしまったことでしょうが、今言う失業時代で退屈で困っていた際ですし、時効はのんびりとした春なんです。それに見たところ、私よりも風体の整った若い男と話すことは悪い気持ちもしないものですから、まあ暇つぶしといった塩梅でへんてこな会話を続けていきました。こういう具合にね。妙ですね。お話ししているうちに、私もなんだかあなたを見たことがあるような気がしてきましたよ。これは私です。そうでしょ。やっぱりそうなんだ。しかも道で行き違ったというような、ちょっと顔を合わせたくらいのとこじゃありませんよ。確かに。そうかもしれませんね。あなた、お国はどちらです？三重県です。最近初めてこちらへ出てきまして、今、勤め口を探しているようなわけです。してみると、彼もやっぱり一種の失業者なんですね。私は東京のものなんだが、で、ご上京なすったのはいつ頃なんです？まだ一月ばかりしか経ちません。その間にどっかでお会いしたのかもしれませんね。いえ、そんな昨日今日のことじゃないのですよ。確かに数年前からあなたのもっとお若い自分から知っていますよ。そう、私もそんな気がする。三重県と。私は一体旅行嫌いで、若い自分から東京を離れたことはほとんどないのですが、ことに三重県なんて上方だということを知っているくらいで、
はっきり地理もわきまえない始末ですから、お国であったはずはなし。あなたも東京は初めてだと言いましたね。箱根からこっちは本当に初めてなんです。大阪で教育を受けて、これまであちらで働いていたものですから。大阪ですか。大阪なら行ったことがある。でも、もう10年も前になるけれど、それじゃあ大阪でもありませんよ。私は7年前まで、つまり中学を出るまで国にいたのですから。こんな風にお話しすると、なんだかくどいようですけれど、その時はお互いになかなか緊張していて、何年から何年までどこにいて、何年の何月にはどこそこへ旅行したと、細かいことまで思い出し、比べ合ってみても、一つもそれがぶつからない。たまに同じ地方へ旅行しているかと思うと、まるで年代が違ったりするのです。さあそうなると、不思議でしようがないのですね。人違いではないかと言っても、相手は、こんなによく似た人が二人いるとは考えられぬと主張しますし、それが一方だけならまだしも、私の方でも見覚えがあるような気がするのですから、一概に人違いと言い切るわけにもいきません。話せば話すほど、相手が昔なじみのように思え、それにもかかわらず、どこで会ったかはいよいよわからなくなる。あなたにはこんなご経験はありませんか？実際へんてこな気持ちのものですよ。神秘的。そうです。なんだか神秘的な感じなんです。暇つぶしや退屈を紛らすためばかりではなく、そういうふうに疑問が幻想的に高まってくると、執拗にどこまでも調べてみたくなるのが人情でしょうね。が、結局わからないのです。多少焦り気味で思い出そうとすればするほど頭が混乱して、二人が以前から知り合いであることは分かりすぎるほど分かっているではないか、なんて思われてきたりするのです。でも、いくら話してみても要領を得ないので、私たちはまたまた笑い出すほかはないのでした。しかし、要領は得ないながらも、そうして話し込んでいるうちに、お互いに好意を感じ、以前はいざ知らず、少なくとも、その場からは忘れがたい馴染みになってしまったわけです。それから田中のおごりで、池のそばの喫茶店に入り、お茶を飲みながら、そこでもしばらく、私たちの機嫌を語り合った後、その日は何事もなく別れました。そして別れる時には、お互いの住所を知らせ、ちとお遊びに、と言い交わすほどの間柄になっていたのです。それがこれっきりで済んでしまえば、別段お話しするほどのことはないのですが、それから4、5日経って、妙なことが分かったのです。田中と私とは、やっぱりある種のつながりを持っていたことが分かったのです。はじめに言った私のおのろけというのはこれからなんですよ。田中の方では、これは当てのある就職運動に忙しいと見えて、一向訪ねてきませんでしたが、私は例によって時間つぶしに困っていたものですから、ある日、ふと思いついて、彼の泊まっている上野公園裏の下宿屋を訪問したのです。もう夕方で、彼はちょうど外出から帰ったところでしたが、私の顔を見ると、待っていたと言わぬばかりに、いきなり、わかりました、わかりました、と叫ぶのです。